2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー31。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。年が明けましたが、昨年来の寒波襲来でお天気に恵まれていません。そんな中、貴重な晴れ間を見つけて外に出ています。この時期こちらではこのような天気は珍しいです。良い天気だとドライブでの気持ちも上向きます。さて今回はスマートキーやリアゲートについての動画です。特にリアゲートでは内側からのロック解除に挑戦してみます。多くの方が動画投稿されていますが、車種はほとんど N 版のようです。N ワゴンとしての動画は少ないかないと思われるので、私も試みてみます。N ワゴンでもおそらく開閉構造は一緒なので可能ではないかと思います。取り付けの可能性を確認しながら取り扱い方法も含めて動画を進めます。メーカーは次の2つの理由でリアゲート内側のスイッチ設置をしていないようです。1つは積んだ荷がスイッチを押してハッチが開く可能性があるためです。もう1つは外の人を含む障害物にハッチを開けた時ぶつけてしまう可能性があるためです。動画ではそれら2つを回避する方法でスイッチ取り付けを試みています。それではその顛末をどうぞご視聴ください。解錠動作の確認。カーゴスライドボードを外してリアゲート内を撮影しています。このコネクターがリアゲートスイッチにつながっています。引き抜いて配線を確認してみましょう。下側に見えているエジェクターを押しながら引き抜きます。隣の配線が邪魔をしていますが、なんとか外せました。コネクターには両サイドが白、真ん中が黒の3本の電線が来ています。これから一旦コネクターを戻してリード線を出して配線を確認します。引き抜くのもそうですが、戻すのも大変です。入りました。テスターとリード線を準備しておきます。先端に QI コネクターのオスをつけたリード線を中から向かって右の端子につなぎます。端子の隙間にピン状のオスを差し込んでいるだけです。これで準備ができました。このリードをどこかのボディ、設置に接触させます。見たところ設置の中継ターミナルはないようです。なので最寄りのビス、ボディを選んで解錠してみます。もう一度。動作は OK です。中からですので解錠したら押さないとゲートは開きません。テスターを割り込ませて動作電流を測ってみます。12.89mA です。2回目 12.67mA とわずかな動作電流なので高容量のスイッチでなくとも OK ですね。配線は 0.3 スケアと細いですが許容電流内なので全く問題ないです。次にリードを移し替えて真ん中の黒線を確認しておきます。動作電流は少ないですが配線を確実に設置させるためです。端子真ん中の黒線はグランドのようなのです。テスターで導通を当たって確認します。黒線にリードをつなぎます。リードの先端にテスターをつなぎます。チェックします。テスト棒をボディに当てます。
設置に間違いないので、配線の設置側はこの中線につなぎます。ちなみにスマートキーとのインターロックを確認します。スマートキーでロックしました。この状態で解錠してみます。赤ランプが点滅してキーが反応していますが、解錠はしません。今度はスマートキーで解錠します。今度は解錠できます。要はリアゲートがロック状態では外からは開けられるが中からは開けられないことが分かります。そのようなインターロックになっています。メーカーが内部にリアゲートのスイッチを設けない話に戻ります。私の車には車速検知型ドアロックキットをつけているので、走行中は解錠しません。なのでたとえ積んだ2がスイッチを押したとしてもゲートが開くことはありません。しかし N ワゴンは標準で自動ロックではありません。なのでドアノブを引けば走行中でもドアは開いてしまいます。リアゲートもドアと同じなのでロックしなければ解錠可能なのです。車内にリアゲートスイッチを置く場合は次の3点に注意します。1、走行中は必ずドアロックを行う。2、ロックを忘れた時のため2が当たるところにスイッチを設置しない。3、外の状況がわからない時は一旦降りてでも人や障害物を確認するの3点です。ただしリアゲートはその自重で解錠しても中からは押さない限り開きません。私が配慮しなければならないのは外の人を含む障害物にゲートをぶつけてしまうことです。これはリアウィンドウで確認して開閉すればほとんど防ぐことができます。あとは自己責任の世界になります。リアゲートでの設置の考え方。 N ワゴンのリアゲートです。リアゲートは車体とこのように長板で固定されています。リアゲート側に設置中継端子がない場合、ゲート側は本体との設置連絡が不安定になる可能性があります。見たところ違うかもしれませんが、ゲート側には設置中継端子がないように見えたのです。動画ナンバー25の8分43秒からの抜粋です。このようにリアサイドライニング内には設置の中継ターミナルがあります。ここからリアゲートコネクターまで直接配線されていると思われます。ゲート側中継端子を発見できないので、スイッチの片側は設置線につなごうと思います。押しボタンスイッチの取り付け。押しボタンが届いたので製品の確認と動作チェックをします。スペックはモーメンタリー式のタクトスイッチで 12V1A です。リアゲートの動作電流は 12mA なので十分です。テスターで導通をチェックします。端がコネクターになっているのでここでチェックします。小さいのでやりにくいですが、コネクターを使うので最終的には切り離します。押している間だけ導通があります。動作は OK です。これは再線用の配線コネクターです。適用サイズは 0.2 から 0.3 スケアです。薄手のビニールテープも準備しました。それでは取り付けに進みます。配線コネクターの取り付け。配線コネクターの取り付けを始めます。まず電線を止めているインシュロックを切り離します。先ほどと同様にコネクターを外します。テープを剥いで電線を引き出します。ターゲットの電線を確認してコネクターを取り付ける場所を決めます。押しボタンの電線を予兆を見てカットします。
先端を裂きます。コネクターが干渉しないように段違いにします。配線コネクターです。接続する電線の方は穴が塞がっています。決められた場所に電線を置きます。ペンチでかしめます。片側ができました。本線にコネクターを取り付けます。同様に本線側もかしめます。できました。同様に接地側もかしめます。2箇所目もできました。この状態でコネクターを戻して仮に試験をしておきます。コネクターを戻しました。ボタンを押します。OK です。コルゲートが長くなったのでコネクターのところで切り揃えます。電線の出口にテープを巻きます。コルゲートの出口を切り揃えます。コルゲートに電線を入れて出口にテープを巻きます。押しボタンの電線を5ファイのコルゲートに入れていきます。巻きだめを作るので一旦コルゲートをカットします。コルゲートの両端にテープを巻きます。反対側もテープを巻きます。電線を裏側に通してまとめます。インシュロックで結束します。もう一度コルゲートに電線を入れていきます。口元にテープを巻きます。コルゲートチューブをカットしてテープを巻きます。コルゲートチューブを結束します。コネクター部分にコルゲートをかぶせてテープを巻きます。
コルゲートを切り揃えます。コネクターのところまでテープを巻きます。コネクターを戻します。終わりました。押しボタンの動作確認。接続作業が終わりましたので動作を確認します。ボタンを押してゲートを押します。動作は OK です。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作は手すりを工夫しながら取り付けます。どうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。